こんにちは、ジパング55のタカです。今私は熊本空港にいます。今回は熊本市内観光に便利なオモ5熊本に滞在します。これまでも何回かオモをご紹介してきましたが、今回は比較的新しい熊本のオモになります。無料のアクティビティにも参加したので、たっぷりお届けできたらと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。オモ熊本は熊本空港から車で40分ほどです。バスも50分ほどで、通りちょう筋のバス停下車後、徒歩1分というアクセスの良さです。場所も繁華街の中心地にあり、熊本城や熊本観光スポットでご紹介した上通りにもすぐアクセスが可能です。オモはシリーズごとに番号が振られており、熊本は5になるので、カフェを併設した施設になっています。皆さんも数字でホテル規模を判断してみてください。駅からすぐの場所にオモ熊本が見えてきました。熊本パルコ跡地に建てられた複合ビルの上層階で営業しています。下層階には商業施設が入っており、レストランなどもあるので、食事も困らなそうですね。チェックインの時間帯は混雑していました。韓国からの観光客が多いようです。チェックインは事前に QR コードを出しておくとスムーズです。必要情報を入力し、カードキーを登録したら完了です。アメニティは自身で必要なものを取っていくスタイルでした。ロビー横には自由に利用できるカフェやテラスがあります。椅子と机があり、ゆっくりできそうです。給水所があり、部屋のお水はここで給水します。洗濯機や乾燥機もあり、長期滞在にも向いていますね。大小の無料ロッカーもあります。チェックイン前やチェックアウト後も荷物を預けられるのは便利ですね。カフェにはドリンクから軽食まで幅広い商品が取り揃えられています。チーズケーキ、スムージー、アルコールも用意されています。熊本名産品などお土産も販売しています。熊本は畳の原料であるいぐさの生産が盛んです。そんないぐさを使ったアートも飾ってありました。近くに行くとほんのりいぐさの香りがします。そしてオモ名物のご近所マップもありました。周辺の観光スポットやおすすめグルメの記載があります。ここで夕飯の場所などを探してみてもいいですね。熊本市内は飲食店が多く、どこに行こうか悩んでしまいますね。熊本観光スポットでご紹介したネギ坊主や夏目漱石が通った書店なども紹介されていました。くまモンのサインまでありました。外のテラスからは熊本の大通りを見渡すことができます。熊本地震で落下した熊本城の瓦を再利用したライトもありました。ソファー席のような席もあり、ゆっくりできそうです。そして奥には熊本城を見ることができます。雄大な熊本城をゆっくり見ることができるので素晴らしいですね。ここでドリンクを片手にゆっくりするのもいいかもしれません。それではお部屋をご紹介したいと思います。部屋の鍵は先ほど登録したカードキーを使用します。部屋の中はとても綺麗で清潔感がありますね。玄関から入ってすぐハンガー掛けがあります。すぐに洗面台もありました。洗面台の横にはコップ、ケトルがあります。下にはドライヤーもありました。トイレも独立しており、綺麗ですね。お風呂も浴槽と洗い場が分かれており、かなり綺麗です。洗い場の隣には立ち鏡もありました。ベッドはツインルームで、デスクもあります。作業もしやすい、広々した作りですね。横には充電スペースもありました。
空気清浄機もありますね。冷蔵庫もそれなりに大きく、冷蔵のお土産なども置けそうです。金庫もありました。ティッシュや手鏡などもありますね。テレビもベッドから見やすい位置にあるので嬉しいですね。ベッド脇にはコンセントもありました。窓には日よけとカーテンがあり、自分で調整できます。窓からは頑張れば奥に熊本城を見ることができます。オープンしてから日が経っていないので全体的に綺麗でスタイリッシュな作りになっています。テレビは有料動画サービスや YouTube も選べるので自身のアカウントで入れば視聴も可能です。無料のアクティビティも多く冊子にまとまっていました。城下町歩き、ご近所バー、熊本城お城話、くまモンって何もんなどいろいろ用意されています。くまモンが実際に来てお話しできるイベントもあるみたいです。これは指定された日のみなのでホームページで確認してみてください。城下町歩きは事前予約が必要なので宿泊日が決まったら早めに予約してみてください。館内の説明も記載があり分かりやすいですね。今回の宿泊料金は1泊素泊まり1名で5000円でした。翌日が祝日の日に宿泊したのですがそれでも安いですよね。普段は素泊まり6000円から1万円前後で宿泊できるようです。昨今の宿泊料金上昇を考えるととてもありがたい値段ですね。それでは今回は街歩きを予約しているので参加したいと思います。ご近所マップ前に集合しスタッフの方に街を案内していただきます。熊本市内の雑学やおすすめ店などをご紹介いただきます。新しいもの好きのことを熊本の方言でわさもんというそうです。冷房車を日本で初めて取り付けたのが熊本の市電でございます。こちら今渡っていただきましたが斜めに鶴屋さんの方にも渡っていただけますね。この先に小海という商店街があるんですが小海商店街の北の端に小海交差点というスクランブル交差点がございます。そこはなんと日本で最初にできたスクランブル交差点でございます。渋谷ではない実際にお店の中に入って中にあるものを紹介してもらいました。カッパがお客を引き入れるという意味で初代の店主が設置したそうです。以前の動画の熊本観光スポットでご紹介した宝楽まんじゅうもここで紹介していただきました。他にも以前建っていた建物の話や最近流行のスイーツまでいろいろ紹介してくれたのでとても楽しめました。こちらは昔の馬小屋を再利用した建物だそうです。途中りんご味の飴玉もいただきました。熊本市内には阿蘇の地下水が流れているため水道の蛇口からはミネラルウォーターと同じようなきれいな水が流れているそうです。この球体の岩は湧き出る地下水で簡単に回るようになっています。地下水が流れていることを可視化したオブジェのようです。お店が記載されたマップももらえました。所要時間は1時間ほどでとても楽しめました。基本休憩なしで歩き続けるのでその点だけ注意してください。17時からは熊本ご近所バーが開催されています。熊本市内はバーも多く自分に合ったバーを紹介していただけます。1種類だけでしたがカクテルのテイスティングもできました。どんなカクテルやお酒を飲みたいか伝えるとおすすめのバーを案内してくれます。熊本観光で紹介したチョコレート&カクテルバーセプティグラスもこちらでご紹介いただきました。館内のカフェでも夜には特製乾杯セットが販売していました。ジェラートとお酒を合わせてゆっくり過ごすのもいいかもしれませんね。軽食なども販売しているので小腹が空いた時にも安心です。昼間とは違い薄暗い中でライトが灯されまるでバーのような雰囲気でした。
夜は無料の演奏会も実施しています。日によっては歌のセッションを聴けるようです。寒い時期にテラスを利用できるよう上着も置いてありました。テラス席もライトアップされ、落ち着いた雰囲気になっています。夜のライトアップされた熊本城も見えました。観光で疲れた際はホテルでゆっくりしてもいいかもしれませんね。それでは今日はゆっくり休みたいと思います。おはようございます。天気が良く気持ちがいい朝ですね。朝食時には有料ですが、ドリンクも置いてありました。朝食も熊本県の名産品を使った品々が置いてあるようです。1250円でサラダやパン、ドリンクがついているセットメニューもありました。10時からは熊本城や熊本城を作った加藤清正のお話を聞くことができます。クイズを交えながら楽しく熊本城の話を聞けるので、お子さんと一緒に楽しめそうです。熊本城をきれいに写真撮影できるスポットもご紹介していただきました。それらをまとめた冊子も最後にいただけるので、時間がある方は参加してみてください。それでは今回のオモ5熊本いかがだったでしょうか。アクセスも良く、無料アクティビティも充実していたので満足な滞在ができました。熊本市内観光の際は宿泊を検討してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。